賀忍さん、当時4歳。爆心地からおよそ 1.5 キロ離れた横川町で被爆。当時わずか4歳と幼かった糸賀さんですが、被爆して真っ黒に焼けただれた人の姿や焼け跡の強烈な匂いが忘れられません。戦後の食糧難や差別を受けた経験から、戦争は終わった後も後々まで人を苦しめると語ります。被爆にあったのは横川です。横川3丁目。一緒に暮らしていたのは祖父母と母親と私とで4人です。当時は4歳ですので何て言いますか、いろんなことで父親がもう出兵しておらなかったのでジャワです。生まれてすぐかな出てるので、全然そういう親父自身も全然私の姿は知らなかったと思います。当日はですね、組内の寄り合いでどなたかのお宅に行っておりまして、おばあちゃんの膝の上でね、ずっといつの間にか寝ていたみたいで、だから気が付いた時にはうつ伏せに僕をかばってくれていて、私自身はもう何もなかったというような状態ですが、実はこれについては手記に書いてるんですけども、自分自身は気が付いた時にはもうそういうような状態でしたので、その後祖母に言わせれば私があんたを助けたんじゃという、だからもうほんまにどうですかね、私を断じせないけんよいうような感じだったんですけど、おじいさんはですね自分の家におりました。やはり大きなやけどを負っていたし、母は勤めていた時のところの爆風でガラスが当たって頭の方にですね非常に傷を負って後々まで苦労していました。それが起こって合流をしてどこにおるんかというので僕を探しに来たわけです。その後マールで作っていた野菜ですね、きゅうりやトマトもあったかな、ナスビなどを持って恋の知り合いのところに逃れました。その途中にいろいろな情景を見たんですけども、やっぱりどう言いますか、真っ黒になったような状態の被爆された方で、口を開いて初めてこれ前向いてるんだというのが分かるような状態で、水をくれ水をくれと言われてですね、その時に母が水を飲んだらいけんよ、水を飲んだら死ぬるから言ってナスビやらキュウリを渡してました。あるところに雨が降り出したもんだから、そこに避難をしました。
で前では火が燃えてました。実はそこは焼き場だったんですけども、そういう後で母親から聞いた話でそういうようなところに後に言う黒い雨ですか、そういうような時にですね、そこへ逃げてそのまま恋に避難をしてきました。そして恋でその後ずっと過ごすことになります。どうしても伝えられないのだけども、一番嫌なこと、これ匂いだけはやっぱり事実そのものですよね。他のことは聞いたけども、見聞きはしたけども、やっぱり一番強烈だったのは匂い。ちょっと表現できんですよ。一番強烈に残ってるのは配給があったんですよね、昼なんか。そうした時に昼の配給の時に雑炊というかそういうものを配給がありました。その時に並んで受けるわけですけども、その並んで取る時に一番前の人が「橋が立ったぞ」と言うんです。橋が立ったぞと言うとみんなはそっちの方にダーッと並ぶんです。本当に立つわけじゃないんですけども、普通はもうザラザラの橋立つような状態じゃないし、それでも橋が瞬間的に立つわけですね。結局中身が詰まってるということで、そこに結局入ってるものは芋とか芋のつるとかそういうようなもんで、今でいうと食べれるようなものじゃないですけどね、水豚と言いましたけども、お昼なんかはじゃがいもをね、じゃがいもを湯がいて食べるわけですよ。そのじゃがいもというのはもうえぐいようなじゃがいもで、砂の混じったような塩をかけて食べるというような状態ですね。それからやっぱり配給であったのはさつまいもやら何やら混ぜたような粉にしたものがありましてですね、それを蒸して食べるんですね。自分自身でいろんなものを取りに行ったりして食べる野菜なんかじゃないですよ、ペンペン草ですね、鉄道草と言いましたけども、そういうようなものの白あえを食べてみたり、それから実際にうなぎやらなんかを取ってきたやつを食べてみたり、土壌を食べたり、土壌でも真っ黒な泥みたいな土壌とかね、蛇とかね、それから食用ガエル、どういうんですかね、考えられんようなものを食べていたし、特にアル中依存症の人なんかでもね、もう飲むもんがないでしょ。メチルアルコールメチル飲むんですよ。あれダメですからね。それでなくなるとどうしてもアルコールが必要になってメチル飲む。その当時の私たちの特に生活といったらもう何もないわけですから、自分のものも気をつけたら人のものになってしまうし、人のものも自分のものというような感じで、例えばこういうことを言っていいかは今だから言うんですが、例えば恋のね西広島のプラットフォームにね塀を乗り越えていくとね、いろんなものがあるわけですよ。銅線なんかがあるとね、それは赤言うんですけども、銅線を盗んでくるわけですよ。そして盗んできて、それを今度は
売りに持っていくわけですね。売りに持っていく時に、一緒にそういうことに長けとるのは僕らよりも当時のザイオニスト朝鮮人なんですよ。一緒にそれを売りに行くわけで、一緒に友達も多くてそういうところに行くじゃないですか。そうしますとやっぱり周りのもんからは普通の母やなんかからあれらと付き合うちゃいけんというね、付き合うなというあれが出るんですよね。で周りからもそういうことが出てきますね。そうするとね、やっぱり朝鮮の人も友達もやっぱり抗議をするんですね。それが例えばこういうことだ。朝鮮人とパカにすんな、同じ飯食ってとこ違うっていう、ああいう言葉でね、朝鮮人とパカにすんな、同じ飯食ってとこ違うというような、そういうようなやっぱり差別、民族差別、民族差別がやっぱりだんだん出てきます。盗みを奨励されたわけじゃないですけども、やっぱり生きていくためにはそういうことを悪さもしても親も何も言わずに、それだけ生活が困窮してるわけですから、やっぱりそういうような時代だったです。職業ガエルなんかは反対に小学校でも勧めるんですよ。取ってこいと言うんですよ。その職業ガエルを。どうするんかいうとね、それを岩国の進駐軍に売るんですよ。そしたらそれで教材が買えるんですよ。やっぱり親は親で自分の嫁入り道具やらなんか残ったのを下げて農家に行ってお米かなんかと変えてもらう。おふくろのあれ着物がなかなかないなったなというような感じで、闇市頃闇市というのがあって、そこへね行っていろんなものを。一番ひどかったのはプラットフォームに記者が入るんですね。岩国に行く途中に泊まるわけですよ。そうしたらそこにね、黒人の人とかなんかが乗ってるわけですよ、たくさんね。中流軍の進駐軍の何が。ただそこへ泊まった時にみんながわーっと行くんですよね。パパママピカドンでハングリーって行くんですよ。パパママピカドンでハングリーって言っていくとね、そしたらどうするかいうと、そこの黒人兵の人がねチョコレートなんか投げてくれるんですよ、実際に。それをもううわーっと言って拾って帰る。ある時ね、わざと投げたところがね、列車が通るところだった。瞬く間にベーンと引かれて亡くなった人がおります。それぐらいにもうどういうんですかね、もう今度はバカにされとるわけですよ、私たちがね。お姉ちゃんが誰かおったから俺は連れてこいいうのはようありましたよ。こういうことやったら失礼だけど、そういう職業の人も多かったじゃないですか。だからそういうようなことが平気で行われる、生活のためには仕方がない、そうなってくるという。そしてその黒人の気持ちの中には、自分たちが今まで虐げられてきた、やっぱり国でやっぱりそういう差別を受けてきて、今度はそれよりももっと俺らにそういうことをねねだってくるような下にの人間がおるという、またそれで差別がまた出てくるんですよ。ものすごい差別が。
だからあらゆるところでそういう差別問題がずっと今度はそういう貧困ですよ、貧困。貧困だけども自分らがした貧困じゃないんですよね。そうでしょ。戦争のために起こったことなんですよ。学校教育もね、やっぱりそんなんですよ。私らの時には教科書なかったですから、実際に運動会の時の組体操あるじゃないですかね。あれらでも私たちの組体操は2階より高いぐらいのあれだったですから、上からダダーンと落ちるじゃないですね。落ちるとね、お前らがちゃんとせんかいじゃそこに並べ、パチンパチンですよ。もう何でももうスパルタ教育。逆にそれはほとんどのあれが戦地から帰ってきたね、その兵隊上がりのあれはやるのもうスパルタも何もない。自分が今までやられたことを子供にペンペンってやるんです。学校に入りますね。学校に入った時帰ってちょうど進学になる中学校に行く時に今のように学校で先生に差別を受けた。新生中学というかあれがそういう制度が引かれまして、やっぱりそのまま中学校に行くかあるいはどっかの私学とかなんかとかを受けるじゃないですか。ね。あるとか不足とか受けるというのをね、学校が平気でそのためにね教室を分けるんですよ。受ける人たちというのはもう朝早くから遅くまで補習もあって授業があった。私たちは2階で担任の先生が時々授業に来るだけで、ちゃんと静かにしとれよというほっぽり流れてたんですよ。そしたら当然最初のうちは今言いますように最初のうちは遊びでええわと思うじゃないですか。ところがやっぱり何もせずに一日中過ごすのも大変ですよ。そしたら悪さするようになりますね。そしてそれで中学校行くじゃないですか。そのままね、中学校まで一応義務教育になったわけだから先生中学行くでしょ。そこ行ったら全部が全部通っとるわけじゃないですから、下で勉強しようとしたんですよ。当然学力差はものすごいありますよね。僕らもそうだった。あれ追いつくまで大変ですよ、もうほんま。でそれでもまず脱落するじゃないですか。追いつけないから、学力がつけてないから、もうその時点でもうやる気を起こさなくなるでしょ。だんだん差別いうか段落がついてくるんですよ、こうやって。高校への入学がね、やっぱりすごい率的には 50% あるかなんかないか。その時点でやっぱり将来的に何をするにしてもだいぶ違ってくるじゃないですか。で高校に入りましてもね、結局このあと今度は進学があるわけですから、そこでまたものすごい何が出てくるでしょ。当時今のように予備校なんかないですからね。もう最初からの自分でやる以外にはやっていけないわけですよ。その中でやっぱり生き残っていった人とそうでない人、一番最悪なのは今言ったように暴力団なんか入って抗争に分かれて亡くなった人、そういうことなんですよね。その当時その通り道にね、ちょうど暴力団の事務所があったんですよ。
だからやっぱり当時にしたらええ格好しとるんですよみんな。それに憧れて組員になって抗争に巻き込まれて亡くなった人もおりますし、だから知らず知らずのうちに差別が出てきてるんですよ、ずーっと気が付かないうちに。で気が付いた時にはまあそれを立ち向かうかどうかというのはその人のことですから、結局最後は生きるための糧をどうするかじゃないですか。それをうまくどうにか切り抜けた人と切り抜けられなかった人との違いというのは、これは僕はどこにあるかというのは僕は分からないけども、ね、知識を受ける時期があったかどうか、それで自分がほっとったのはしょうがないですよ、それはね。だけどもそういうことでやっぱり差別がこう広がっていったという。僕はやっぱり趣味がいっぱいあったということと、やっぱりやるからには徹底してやらなきゃ気に入らん口の分だから何かにつけてそういう必死になる時間があって、結局ねあの頃は何でも言ったら野球なんですよね。でしょ。だから当然野球もわいわい野球の選手にもなりたいわね、いろいろなった事件記者が流行ったテレビが流行った頃には事件記者になりたいのを思ったりもしたし、なんか音楽が好きだって僕自身一番最初、小学校頃ね、みんなが遊びよるのに僕も遊びたいのを思いながら、もうだいぶ落ち着いた頃ですよ、の思いながらどこ行きよったかというとバイオリン下げてからバイオリン習いに行きよった。でジャズに憧れてまあこういうことをお話ししたらなんなんですけども、実は私の先生が井上慶三と言いましてね、フリージャズの亡くなったけどもね、例の坂田明さんらと一緒にやりおった方で、ちょっと日本じゃ知りとった人なんですよ。あの方がある人の紹介から一番最初の弟子になって、それから僕はとにかくジャズがやりたいということでやり始めたんですけども、病気のデパートいうぐらい何やらかんやらあります、正直なところ。実際には一番大きかったのはやっぱり胃がんで全摘をしていまだにダンピング症候群が続いて、自分自身食べて食事が済んでみんとどうなるかわからんですよね。腸しかないわけですから、その調子がものすごいおかしくなったりなんかをしますし、もちろん心臓もありますし、そういうあれは体調はだから、それがまあ被爆したことで関係があるかどうかというのは私は分かりません、はっきり言ってね。私自身が結婚をする時でもね、ものすごく差別受けましたよ。反対されてする相手側の方からね。で子供が初めて生まれた時に一番最初にどうしたかというとね、5体満足じゃろうかってそれを見ましたよ。一番最初にものすごい恐ろしかった、その時に。だからまあここで
僕がお話ししたいのもしするとしてしたいのはそういうね被爆っていうことはもう皆さん今の子どもさんたちにはいろんな方から聞いている。だけどもそれはそうこなんだけども戦争ということのためにどれだけの人間がやっぱり苦しんできてねどれだけの人間がどうにか立ち直ったけども立ち直った人間というのは半分おるかないかですよ。あとは皆バシンといった原爆が一番最初に落ちたところです。これはもう伝わってますはっきり言ってね。だからその後どうすればいけんのかもちろん核兵器反対ということもそうだけどもそこまでにそういう運動のほかに今の状態になるためにはどういうことがあったんかということがねどっちか言うて戦争というものがいかにねどういうのかな後々までに響いてくるのかということですよね。それが証言というかお話ししたかったわけですよ私はね。自分自身で思って一番言いたいのはやっぱり差別が差別を呼ぶということ一番は。それが気が付いてない。今だってね差別問題起こってるでしょ。いじめなんかが僕らが今まで生きてきた様を伝える方がやっぱりこれから先の今の平和ということを考えた時に大事なんじゃないかなと思うんですよね。